何か大きいのを手に入れた雰囲気が。今日はよろしくお願いします。お願いします。今回こちら通常版ではなく豪華版でやらせていただこうかなと。レーザーゲスユリの未開封でございます。こういうカードゲームとかってよくやります？そんなにやらないですね。というか相手がいないですね。好きなんですけど、はい、まあ人狼とかもそうなんですけど、何回かやると誰も相手してくれなくなるっていうのが結構よくあって、強すぎて人狼は3回呼ばれたら次がないって僕は思ってます。すごいな。もうボクシングのチャンピオンが、はい、敵が見つからないっていう誰もブッキングできないからっていうそれ切ないな。これに近いですよね。では1枚です。はい、オープン。4、7ということで、はい、先行は大悟さん、はい、お願いいたします。いきましょうか。はい。すっごく楽しみにしてましたこれもう頭脳と心理の頂上決戦となるほどということでよろしいですか。はい、いきましょう。3ポイントマッチ、はい、先に3回勝利した方が完全勝利ということで、はい、お願いいたします。お願いします。ガチンコバトル。なるほど。順当にいってみましょう。少年ですね。初手剣士。おお。次3枚いかしてもらいます。強いカード引きたいな。じゃあ強いカード引かれても大丈夫なように守っといてもらいましょう。憎いですね。3枚いただきます。2枚戻します。はい、シャッフルお願いします。ということで、対決を無効にさせてもらいます。なるほど。ではわざわざこれ出すってことは対決するには値しないカードを持ってるってことなんですかね。なるほど。でもわざわざそれを引いて6を捨てるとは思えないから、どうなんだろうな。序盤だからとりあえず捨てとこうって感じなのかな。ギャンブルはしてこなさそうですもんね。序盤から怖い読みですね。いいですね。わざわざ6を捨てるってそういうことですよね。一手一手厳しいですよね。素晴らしいですね。でも杞憂でしたね。見せてもらおうかな。おー、なるほどね。そういうことになります。なのでもちろん、はい、出させていただきます。見せてください。ほー、怖いですね。怖いですね。はい。大悟さんにそのカード持たせといていいのかな。そうですよね。最初にわざわざ賢治を出して3枚引き、その中から1枚選別した上で選別したカードを速攻無効を分かってて捨てることはありえないから6がもともと持っていたカードで、そうですね。情報はないですよね。まあ当てづらいですよ。でも多分僕に強いカードを引いてたら分かると思うんですよね。というわけでじゃあ使ってみよう。ここで、はい、当てられたら私即死ですから。そうですよね。一回ちょっと見てもらっていいですか、カード。なるほどね。見ました。なるほどね。まあ9とか10の類ではないような気もしますね。ないような気はしますが、そうですね。なんだろうな。まあでも後から聞いてるから情報は全然関係ないんですもんね。3以外は全て可能性があると。そうですよね。3は2枚出てるから、まあ、可能性が少ないものとしては1と2と4、6、7は若干少ないけれどもって感じですよね。なるほどね。そうっすね。メンタリストに2番は狂気ですね。確かに僕の予想5ですね。直感で言うと
とか5予想で、おそらく90とかではない気がします。90とかだったらもうちょっとこう雰囲気が変わるってことがとりあえずなんとなく分かったんで、90では多分ないだろうなと思うんですよね。5か8な気がしますね。どっちかな。どっちですか。8。参りました。よし。くそ恐ろしいですね。これは恐ろしい。コツをつかむと早いかもしれないです。いや絶対に2番渡しちゃダメですね。メンタリストに2番いいですね。9とか10より引きたいかも。わかりました。はい。大悟さんの力はわかりました。いやすごいな。こうなるか。悔しい。なんでわかりました。最初は5って言った時になんかちょっと余裕そうだったんで、5じゃないんだろうなってあったけど、5以下確率少ないなと思って普通に見ると、そうするとまあただ90ではないのは分かったんで、90じゃない5以下じゃないってことは678で、僕6持ってたんですよ。で場に6が出てるんで6はないじゃないですか。その7か8で、そうすると1回も出てない8の方が合理的なんで、それ8かなっていう。2択になった時、はい、それでも8と思いました。思いました。全部透けて見えてた。で先行でお願いします。はい。5。いきなり死神ですか。はい。あれちょっと待ってくださいよ。死神メンタリストってものすごく恐ろしいんじゃないですか。そうですね。まあでも死にはしないですから、即死はしないっていう。なるほど。そうですね。まあ序盤なんであんまり意味はないですけど、なんかすごいこう取られると嫌なカードが引きました。引いてないですよ。本当ですか。引いてない。どっちがいいカードですか。こっちです。いいのはこっちです。こっちですか。はい、こっちの方がいいカード。いいか。僕こっちの方がいいカードな気がするんだよ。大悟さん。大悟さん。はい。何なんだ。何なんだ。どういうことなんですか。僕でもね、癖が分かりますよ。中田さんが8はあれかもしれないですけど、9とか10みたいな強烈に強いカードを引いた時はちょっと癖が出るんで分かりますね。これはもう俺の癖読まれた。なんとなく分かってきました。本当かどうか私はまだ信じない。はい。ですがこれもちろん死神によって10が死ぬ、と手持ちの札も出さなきゃいけない、ですが皇帝に殺されたわけじゃないので転生させていただきます、はい、まだ分かりません。なるほど。では僕の番です。次3枚。はい。なるほどね。3枚引けないかもしれないですね。恐ろしい狂気出してきますね。でも奇跡は2回続きませんからね。もうこれ奇跡じゃないですからね。おお。面白いじゃないですか。はい。そうですね。何引いたのかな。でも7を出すってこのタイミングで出すってことは、まあ単に情報を増やしたいっていうのはあると思うんですけど、まあまあいいカード引いたんじゃなかろうかというのが転生先でも予想ですね。それが出したくないカードだったかとかですよね。今出すべきではないカードだったかじゃないかなと思うんですけど、判断が早かったんで喋りますね。じゃないかなと思うんですよね。逆に圧倒的に強いカード、例えば9とかそういうのを引いてた場合に関してもまあ出してもいいわけですよね、そうなってくるとまさかと思いますけど9じゃないですよね。どうですかね、これ9だったらいろいろすごいんですけどね。でも9じゃないんじゃないかなとは思うんですよね。そうですね。セオリーでいくかな。6。
違います。耐えた。まだ2位ありますからね。6ではあります。こんなに精神削られるもんですね。では戻します。ちょっと迷いましたね。そうですね。なんか理由があるんですか？ありますよ。それ迷うときは理由があります。僕も刺してみたい。それ欲しかったな。攻撃が最大の防御ですからね、もちろんこれが渡らないことが大事ですけど、そうですね。刺してみたいですよね。10はない、2もない、175は出てるわけだ。そうですね、もう一個大きなヒントがありますよ。僕はさっき6じゃないですかって言ったんですけど、自分が6持ってる時6って言わないですからね、普通の人は。ってことは6でもない。ただかもしれない。そういうことを言う時は誘導な可能性があるな。はい、かもしれない。あるいは僕はわざわざこんだけ一生懸命喋ってるのはか乱するためなのか、むしろ当てられづらい場所にいる、それこそ6も含めての1576のそのいわゆる出てるカードを持ってる場合は安全なんで、当てたりですね、ロジカルに考えるべきなんですよ。メンタルがわからないのであれば。先ほど僕に6ですねって言ったのはなんでだったんだろう。6を持ってたら嫌なのか、10じゃないわけですよね。6じゃないっていうことは確かですって言って逆に6だって言わせたいような雰囲気を感じました。5を2か出したのが2、5。性格上大悟さん7持ってたら7すぐ出す気がする。1持ってても1すぐ出してた気がする。初手が5だったことがすごくヒントな気がしている。123C ではない。7でも出してる。8、9じゃないかなと思ってる。いい線いってますね。8か9か。確率的に言うと8は2枚ある、9は1枚しかないですよね。そうですね。僕が言ってることは間違ってる、8は2枚、9は1枚、じゃあ8って言うべきじゃないですか。9でもいいですけど。なんで今急いだかな。逆を言ってほしかったのかな。逆を言ってほしかったんでしょう。コールナンバーします。8番。素晴らしい。よし。これがロジカリストですよ。なるほど。よし、これだ。これがゼノ。面白くなってきました。確かに。よし。たっぷりやりますよ。あげるぞ。うわ、これダメだな。まだわかります。いやいや、あれですね。もうなんかなんだろう、嫌な組み合わせがきますね。あります。まあ序盤ですから。そうですね。僕も当てようがないですから。情報ありません。そうですね。その持ち方はあんまり別にいいカードというわけでもなさそう感じがしますね。手に出ちゃう。そうですね。こうしとこう。そうですね。低めのカードかなと勝手に思い、3です。違います。はい。次3枚引かせてもらいます。これは難しいな。結構大きいカードですか？どうでしょうね。はい。はい。そうですね。あんまり2つのカードには差なさそうな感じがしますけどね。
まあでも中田さんのさっきの癖からするとこっちの方がいいカードの確率高いかな。まあ欲しかったカード。これは欲しいですね。これは欲しいカードですね。これは欲しかったけどなくなっちゃったね。しょうがないね。まだわかります。まだ。いや2が2枚は痛いな、僕の中では。でも2がなくなったことで大悟さんのそうですね。お得意のメンタリスト封じみたいになってますね。心理は使えませんよ。少年。はい。無力です。2がなくなる。5も1枚出てる。メンタリストを追い詰めるような格好の序盤。おっ、次3枚ですね。見る。はい。なるほど。じゃあそうだな、まあこうかな。はい、そうですね。まあでも言っときましょうか。2枚目の1、はい、公開処刑。はい。僕のか乱のトークは通用しなかったと思いますね。これは地獄の。そうですね。こっちはじゃあ10ですね。はい、もちろん2枚ともします。そして転生します。10と9がない世界になったので、現在最強のカードは8です。難しいカードが最強になりましたね。その時8を持っているかどうか見せてもらいましょう。おっと持ってはいないかもしれないね。そうですね。じゃあまあ見られちゃったんで対決。はい。ただ僕はさっき言った通り中田さんが8以上持ってるかどうかは僕は分かるんですよ。大悟さん8持ってますね。かもしれないですね。でも僕もねゲームマスターとしてプライドがありますから。はい。相打ちです。これなかなか出ないですよ。出ないですね。すごいですね。90死んでからの88での終了っていう。これはものすごいいい戦い。そうだな。重宝してる。これいいですね。かなり重要なカードが含まれてると見て間違いない。もしくは使えないカードばかりだったからそうですね。僕が一番好きな勝ち方は2で勝つことですね。僕は今の言葉を信じない。交換します。面白みのない勝ち方になりますけどいいですか。恐ろしいこと言いますね。それもゼロです。なるほど。あれ10持ってますね。ちょっと迷って7を出した理由っていうのはこれで聞いてみましょう。聞かれたくないな。6です。じゃあ中田さんが望むエンディングをお見せしましょう。公開処刑です。僕は中田さんが10を引いたと思っています。大悟さん、負けたかと思った。